皆さんこんにちは。ミセスホリデーのアクセサリーチャンネルです。今日はですね、片方作ってみちゃったんですけれど、こんな感じでスズマルビーズとコットンパールを合わせたコロンとしたボリュームのあるイヤーアクセサリーを作りたいと思います。スズマルビーズのこの透明感にですね、コットンパールのマットな光沢が組み合わさるので、ちょっと秋冬なんですけれども、耳元ボリュームが出すぎて重くならないような抜け感が出るようなデザインですので、ぜひ一緒に作ってみてください。じゃあ材料をご紹介します。このお花だけちょっと今2つですけれど、ここ4つ用意してください。もしあればでいいんですけれど、デザインピンこちらを2本です。で、アーティスティックワイヤーこちらを使います。片耳20センチずつ使おうと思います。今回はですね、まずワイヤーワークをして、その後ピン曲げしてっていうような感じになってます。ゆっくり作れば必ずできるものですので、焦らず作っていってみましょう。じゃあまずアーティスティックワイヤー 0.4mm のものを20センチカットします。コットンパールをですね入れるんですけれど、今回このお花の形したこのパーツを使いたいなと思った時に、こういう風に下に何か下げて傘のようにしてっていうデザイン考えられると思うんですね。ただこれ2つをこういう風になんか背中合わせみたいな感じにしたいなと思ったので、ちょっとワイヤーで形作っていってみようと思います。まずはカットビーズ入れます。コットンパールちょっと物によっては穴が狭い時もあるかもしれないので、そんな時は、目打ちか待ち針でだいたいいけますね。コットンパールこれ紙でできているのでね、紙を圧縮したものなので、どうでしょう。出てきた。で、ここワイヤー先端持ったらググッと。で、この時になるべくですね、ここ中央にビーズが来るようにしてください。今回使ったこのカットビーズがちょっと黒っぽいようなブラウンみたいな色のものにしたんですけれど、ここはもう好みでパールに青色で選んでみてください。ちょっとここワイヤー出てますね。なかなかね、ここワイヤーって自由に形は作れるんですけれど、その自由度と同じぐらい動かした通りに覚えていくので、結構ねこっちに寄っててねっていうのを最初に決めないと。どうでしょう、こんな感じかな。で、今度はこのお花の形、花弁がこう咲いているような形のものを上からかぶせます。で、ここ通してこんな風に割って、左右どっちでもいいんですけれど、パール通してこんな風になってます今。で、さっきみたいにパールにワイヤーを通し戻します。で、出てきたかな、出てきたな。で、この時にね、あんまりここ間が開かないようにしたいので、丸ペンチで、丸ペンチだとね、こうやってワイヤーをちょっとずつ送る時にあんまり傷がつかないので、いい線いった。もうちょっとなんかね、作りながら説明してるから時々声が
ボソボソしちゃったりとかしてすみません。これね、集中しなきゃって時とかいいんじゃないでしょうか。こういう風にこの花弁が背中合わせになるような感じでちょっと指でこう合わせてね、ここを軽くねじります。2ミリくらいねじりますね。まずはここまでできたでしょうか。でここねじって動かないんですけれどね、これぐらいの太さのワイヤーあれば、しっかりこう寄り添った感じになったところで鈴丸ビーズを入れます。でなんで丸ビーズじゃなくて鈴丸にしたんですかっていうと、この形、別にこの角度ですね、そんな絶対直角じゃなきゃっていうこともないんですけれど、この形に対して丸いビーズ入れると今度ここちょっと隙間空きますよね。でも鈴丸だとですね、上に穴があってちょうどねここのカットされてる部分がストーンってここはまるんです。なのでこれにしました。ちょっとまた出てきてる部分まっすぐになってるところもあるので少しねじります。ここだいたいそうですね5ミリぐらいねじり上げちゃいますね。こうした時にどっちかが長くてどっちかが短く終わってると思うんですね。短い方をちょっと出てきたところ5ミリぐらい止めたら、2ミリぐらいにして切ってしまいます。で細かい作業向きのペンチ、皆さんの持ってるペンチの中で先端が尖ってるもの、ここをメガネ止めみたいな感じでちょっとワイヤーをくるっと巻きつけられれば巻きつけて、で丸やっとこでもうメガネ止めなんですけれど、持ち方ですね、鈴丸ビーズ持ってください。で鈴丸ビーズ持ったらこの指のお腹のところで残りのこのモチーフがカタカタしないように持ってください。で片方の手で倒して、その時にねここも一気に倒れたりするのでちょっとだけペンチで誘導させつつ、これね1回でもいいです。1回がメガネ止めなんでね、でもちょっと私2回やろうと思うので見ててくださいね。一番太いところ挟みました。で、これでね巻いちゃうっていうのもあるんですけれど、少し間を入れて口を開けた感じ、ニッパーがなんで2回するかっていうと、ワイヤーも余ってるしちょっとしっかりさせといたらいいかなみたいなぐらいの気持ちなんですけれど、でここ2回になったらこことここの距離を平ペンチで寄せます。これ後で抜いてからでもね寄せられるから。で抜きますと。でさらに整えます。こんな感じかな。でここの丸いところ挟んでここを巻き下げていくっていうんですかね。ちょっとアップにしますね。ここの部分に上からきれいに巻いて下げていこうと思います。さっきのところもう切っちゃおう。どっちの手でやろうかな。そうね、右手で持ちました。でまずワイヤーをくるっとペンチ側にこっち側に1回巻いて、次今巻いたところの横に沿うように巻いて、これね結構ね綺麗に巻いてあげるとねほんと仕上がり綺麗なので、できるだけさっき自分が通
通ってきたところのすぐ横にね巻けるように。コツはこのワイヤーを引っ張りつつ巻くことですね。引っ張りつつ巻く。そうこうしてるうちにも切ります。で切ったところ、今回の鈴丸ビーズで案外ね指当たらないようにカバーにはなってますけど、でもワイヤー使った時は切ったところが、特にイヤリングピアスの場合は髪の毛を拾ってしまったりするので、先端の始末しっかりペンチでこういう風にちょっと回転するようにね、ペンチの先端を滑らかに沿わせるといいです。じゃあ次、デザインピン使います。これこのまま使ってもいいんですけれど、ちょっと動きを持たせるために丸くしちゃって、でコットンパールを通します。でここを直角に倒して、ちょっと硬いわ。で自分がかけやすい大きさに丸くしましょう。左右同じように作る必要があるので、ここの大きさ 0.7 ミリでカットしたかな、いやいや1センチだったかなっていうのはちょっと次作るもう片方の時に気にしてください。ここをフック型にしたら、あとはかけるんですけれど、どこにかけるかというと、このさっき作った形ちょっと指でずらしてみてください。ここ隙間できますよね。この隙間にかけます。かけて閉じます。こんな感じでできました。でワイヤーなので少しちょっとね軸のところなんとなく自分で向きなんか整えたりして、で耳の顔があったら、顔の耳が来たら耳の正面にこの丸が来て、その正面の下に開くような感じになるようにしたいと思います。顔正面から見ても横から見てもなんて言うんだろう、前後ろがないようなデザインになってると思います。上から見たらこんな感じですね。じゃあ、あとはイヤリングの方イヤリング、ピアスの方ピアスをつけてください。でここもうメガネ止めで閉じちゃってるので、丸カン使って拾ってかけてくださいね。